皆さんごきげんよう、上川香織です。今回取り上げるのは鎖国です。海外から来る人たちを入国制限する、それも一律で制限するというのは、ある意味究極的な感染防止策です。しかし、このような対策を取る国というのが今増えています。それというのも、感染拡大というものが思った以上に早く、そして深刻に進んでいるからです。というわけで今回のニュースはこちら。一番最初にこの政策を取ったのは私はイスラエルかなというふうに思っています。ですからそのイスラエルからスタートして今は鎖国を選ぶ国がどのような移り変わりをしているか、そこからさらに見えるのは日本は今どうすべきなのかといった話まで少しコンパクトにまとめようと思います。それではニュースをどうぞ。イスラエルが事実上入国禁止、対象国問わず。イスラエル政府は9日、国外からの入国者全員を14日間の自宅隔離の対象とすると発表した。イスラエルに自宅がない外国人にとっては、事実上の入国禁止措置となる。対象国を問わない入国制限は極めて異例だ。ネタニヤフ首相は同日、難しい決断だったが、何よりも国民の健康を守るために必要なことだと語った。措置は今後2週間続くという。地元メディアによると、外国人の場合、イスラエル入国後に14日間の隔離生活を送れる場所があることを証明できない限り、入国が認められない。鎖国状態を選んだインド。アジア各国でも対策強化。感染が世界的に広がる中、多くの日本人が暮らすアジアの国々も対策を強めている。特に厳しいのがインド。政府は13日から4月15日の間、観光や商用のビザでの外国人の入国を認めないことにした。インドには約9000人の日本人が駐在などで長期滞在中。出張などで出国してしまうと、ビザが無効になるため、日系企業の多くは不要不急の出張を避けるよう社員に通知している。また、2月15日以降に中国やイタリア、イランなど、7カ国に渡航歴がある場合は、入国後に14日間隔離される。インド国民に対しても不要不急の出国を避けるよう勧告している。出国した場合は、帰国後に14日間隔離される可能性がある。シンガポールでは12日までに178人の感染が確認された。政府は過去14日間に中国本土と韓国、イラン、北イタリアに滞在した旅行客の入国を禁止。これらの国を訪問したシンガポール国民や長期ビザのある人はシンガポールに戻ってから14日間の自宅待機が義務付けられている。日本への渡航の自粛も呼びかけている。アジア地域で始まった入国禁止措置といったものはヨーロッパへとその舞台を移しています。チェコが非常事態宣言、スロバキア国境閉鎖へ。東欧チェコ政府は12日、非常事態宣言を発令した。90日超の滞在許可のない外国人について、イタリアやドイツなど欧州諸国と中国、韓国、イランからの入国を14日から禁止、国境越えの鉄道なども止める。一方、スロバキア政府は12日、在住許可などのない外国人の入国を13日から禁止すると発表した。3つの国際空港も閉鎖する。国際物流は維持するが、国内交通も抑制し、学校も休校、生活必需品以外を扱う商店も一時休業させる。このような国外からの流入を抑えるという動きは、今までは EU 域内は自由に行き来できた、その EU の中心国であるドイツにも同じようなことが起こりました。ドイツが出入国禁止へ、感染4000人超、慎重姿勢から転換。ドイツ政府は16日午前8時から、フランス、オーストリア、スイス、デンマーク、ルクセンブルク各国との国境管理をはじめ、明確な理由がなければ出入国を禁じる。これまで国境封鎖には慎重なドイツだったが、欧州各国が次々と外国人の入国禁止措置に踏み切る中で、方針転換を迫られた形だ。ゼーホーファー内相は15日夜の記者会見で、感染の連鎖を断ち切ることが重要だと語った。国境を越えて通勤する人や物品の輸送は対象外。国外に出ていたドイツの居住者の再入国はできる。一定期間の後見直しを検討するという。欧州連合、EU 域内は自由な人の移動が原則だ。だが感染拡大を受け、ドイツと国境を接するチェコ、デンマーク、ポーランドは外国人の入国禁止措置などを取っていた。15日時点でドイツの感染者は4838人、死者は12人。多くの地域で学校や保育所が休みになっているほか、ベルリンでは50人以上の集会が禁じられ、
劇場や映画館、博物館、バー、スポーツ施設などの営業もできない。A という国で問題が発生している。だから A という国から入ってくる人たちを制限しようというのは、あくまでも入国制限という表現で十分だと思います。しかし一方で A という国で問題が発生していたからといって実際には A という国から B という国そして C という国を経由して自分の国に問題がやってくるということも十分起こり得ます。現在においては世界中で多くの人々が様々な理由で移動しています。それはビジネスかもしれませんし観光旅行かもしれません。それらの理由というものを一つ横に置いておくとしても人々が移動しまくっているというこの現状自体は誰にも制御できるものではありません。ですから A の国で問題が起こっているな、だから A の国からの入国を制限しようなというのでは本当は不十分なのかもしれないと用心に用心を重ねた結果というのがもう一律に全世界からやってくる人たちに対する入国制限をかけよう、いわば鎖国をしようというのが最上級の防御手段なのです。もちろんこの弊害はあります。全く関係のない国の人にしてみれば、いや私の国では感染者一人もいないんだけどなということもあるでしょう。またビジネスや観光それらについて全て障害になってしまうのは避けられません。これらの国々で感染爆発が起こったというような話は今のところ出ていません。ですから結果論として先手を打って鎖国状態に入ったことは国民を感染から守るという意味合いにおいては成功したと私は言えると思います。一方で今ヨーロッパで行われているこの鎖国政策というものは決して先手を打ったものではありません。すでにイタリアで感染爆発が起こり、そこから波及する形でヨーロッパ全体に感染がどんどんと広がっています。ですから今行われている鎖国政策というのはインドやイスラエルで行われたような先手を打った鎖国政策ではありません。あくまでも後手後手に回ったけれども今からでもしっかりと防御して問題を国内の中だけで一旦仕切り直しをしようという政策です。理想的な防御策としてはそもそも感染者をゼロに押しとどめるというのが理想だったわけですが、現在ヨーロッパで行われているこの鎖国政策というのはゼロに押しとどめることはもはや無理だということを前提として感染者の増加ペースを抑え込もうという医療崩壊を抑えるための政策だと言えます。これはいわば現実に沿った政策とも言えるわけですが、このような動きから日本が学ぶべきことはあります。それは現在の日本においては感染爆発というものが急激に広がっているわけではありません。例えば毎日のように数千人の人が感染者として数えられるという状況ではありません。ですから専門家会議などにおいて今の日本はかろうじて持ちこたえているという表現を行われています。私はこの認識自体はおそらく正しいのだろうと思います。それは高齢者の死者の数というのが大きく増加していないからというふうに考えています。この病気は特に高齢者にとっては非常に驚異的なものです。ですから高齢者の方たちが多く肺炎になるという症状を見ることができれば、それはもう街中に蔓延しているんだなということを非常にわかりやすく見ることができます。そのような感染爆発が起こっていないという前提で今日本がすべきなのはそういった感染爆発が起こった場合にどうするかということです。日本においては特措法というものの改正案が成立しました。それによって緊急事態宣言を行えば様々なことができるようになります。しかしその緊急事態宣言を行ったとしてもできないことは明らかにあります。それは今回取り上げたような鎖国政策やもしくは今回取り上げていない都市の封鎖といったことです。今日本で行われている入国制限というのは感染者が急増している国に対する入国制限です。一方ここで取られている鎖国政策というのはそうした問題が発生しているか発生していないかではなく、そもそも海外から来る人たちに対する入国を一律に制限するというものです。現在日本が行っている入国制限は感染者が増えているからということを根拠として実施しているわけですが、この鎖国政策の場合は感染者が全然いない国に対しても制限をかけるわけですから、明らかに法整備がないと実施することは不可能です。また緊急事態宣言を行ったとしても都市封鎖といったものを実施できるわけではありません。この法律を使ったとしてもあくまでも外出を控えてくださいねというお願いをすることしかできません。一体なぜそのように都市封鎖や鎖国政策について私が話をしているかというと、決してこれらの危機というのは起こり得ない話ではないからです。例えば多くの人々が感染することによって一体何が一番恐ろしいかというと、それは変異することです。
現在新型というふうに頭に文字がついているわけですが、そこからさらに変異することによって全く違う方に変わる場合があります。つまり今広がっている感染というものがある程度多くの人々にかかったとして、生き残った人々にたとえ免疫ができたとしても、新しいものとして再び登場してしまえば、またゼロからの感染スタートになってしまうのです。ですから今の日本はかろうじて持ちこたえている状態なのですから、もしもという意味でそうした万が一の時のためにさらに強力な法整備というものを議論すべき時だと思います。もちろんこういった話をすると、今まだそんなこと起こってないのに他にももっと話し合うことがあるだろうと思われる方もおられるでしょう。しかしこういった問題に関しては平和な時であれば、一体なぜ今そんな危険な話をするんだという話になりますし、同時に危険な状況になってから法整備するという話になれば、なぜ今までそんな話をしなかったんだという具合にして、どちらにしても反対意見というものは出てしまうものです。ですから今このように危機意識が高い時だからこそ、万が一次の変異が起きて感染がゼロから再び始まったら、究極的な手段として都市封鎖や鎖国政策を取れるように法律を整備しようということを国会で議論すべきだと思います。ただしこれはあくまでも私は万が一と言いました。確率としてはそれほど高いわけではありません。ですから現在今ある問題に対処するというのを第一優先にすべきですし、第二として景気対策といったものも行う必要があるでしょう。今ある感染症対策に対する力を最も入れる必要があり、そして人々の生活を守るために経済対策を行う。そして第三に万が一のためにこういった都市封鎖や鎖国といったものを行えるような法整備について議論するといったことが、私は今求められているものだと思います。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。